SNK プレイモア。それではルール講座を始めるのです。このゲームは2つの陣地に分かれてシューティングで勝負するゲームなのです。雑魚は爆発に巻き込んで連続して倒せるのです。これを連爆と言います。連爆すると中から攻撃雑魚が生まれるのです。攻撃雑魚は相手の方に向かって飛んでいくのです。これで相手にダメージを与えるのですな。その通り。そして相手の体力をゼロにすれば勝ちになるのです。ピンチの時はボムを使って緊急回避。フラワーダンス。数にも注意して使う必要がありますな。忘れてましたわ。相手からの攻撃雑魚はショットで打ち返せるのです。さらに連爆に巻き込めばまとめて返すことができるのです。相手の返しをさらに返すと特殊攻撃が発動する。そして特殊攻撃はキャラごとに効果が違うのです。特殊攻撃を同時にたくさん発動させるボスキャラルが相手に送れるのです。やられてしまいました。大丈夫ですわ。残機があるときは再チャレンジできるのです。それでは今回の講座を終わるのです。もう一人前だもん。ステージ4レディーゴー。妖精界の王女が闇の帝王を聖なる力で倒し、願い星ティンクルスターを取り戻し、星の力で世界に光と平和をもたらしてからもう3日もの歳月が経ちました。でも人々がそのことを忘れかけた頃に新しい災いはやってきたのです。突然何者かが妖精界、天界、魔界をつなぐ星々のバランスが崩れる現象、スターディストーションを起こしてしまったのです。このままでは世界がバラバラになってしまいます。それと同時に頼りの妖精界の王女ロードランもどこかに失踪してしまったという噂が流れます。その噂を聞きつけた時の魔法使いタイムバターミットは妖精界の王女の代わりに世界を元に戻すことを決心します。いえ、それ以上にタイムはロードランに会ってみたかったのです。どんな女の子なんだろう。これはこの世界に言い伝えられている
ティンクルスタースプライツの伝説の中のもう一つのお話です。さて、ティンクルスターを探す旅に出発。ティンクルスターですって。あなたも願い星を探しているのですか？そういうお前は誰だ？花の国フローラのプリンセスフリーシア様になんて口を聞くのか。お前というお前は誰だ？お前というお前は誰だ？お前というお前は誰？壊れちゃった。機械仕掛けのブーバーはすぐ壊れるのです。ですが願い星なんて非科学的なものよりもマシなのです。あなた、ティンクルスターを探してるのに信じてないの？おかしいね。おかしいとは失礼な。私の計算では全てフリーシア様の言う通り。 1+2 は13、9×9 は16、豚の腹に念仏。何一つ合ってない。全く信用ならねえ。この花の国に伝わるフラワー辞典に載ってないものは全て非科学的なのです。ですが花の国に光を取り戻すためには願い星を使う以外の方法はないので仕方なく。ねえねえ、それって花の辞典だよね。花のことしか載ってねえんじゃねえか。先ほどから数々の侮辱許せません。また壊れちゃった。花の妖精の王女として願い星を渡さないのです。花の？それにしちゃ低いね。そりゃ花の強制だっつうの。100% 勝利です。ステージ1、レディーゴー。冗談じゃねえっつうの。よく来たな。お前たちが来るのは悪魔プロファイリングして予測済みだ。聞いて驚くな。時の王様タイマバラミート。年齢は5歳、体重は50キロ。お供に象を連れている。王様？バラミート？私のこと？らしいな。間違いだらけだが。バラミートって肉か？いい加減なことばかり言いやがって。何がプロファイリングだ。そもそもタイム50キロもないし5歳でもないよ。合ってる箇所がない感じだよね。とぼけるんじゃない。ネタは上がってるんだ。俺の名はガオガオ。魔界では名を馳せた名探偵だ。自分はデビポリスであります。ガオガオ様は先輩であります。間違いには目をつぶるであります。
余計なことを言うな。もうフォローになってない。ガオガオ探偵さん、今スタンディストーションという災いが訪れてるの知ってる？それを解決するにはティンクルスターが必要なんだよ。俺は予測してた。世にスターディストーションという災いが訪れる時、2つのほうきに乗った少女が犬のぬいぐるみを連れてやってくる。その連中に魔界探偵が勝つことで災い晴れるべし。なんだかプロファイリングというよりは大予言みたいになってるね。結局俺らを見たりタイムが今言ったから知ったんじゃねえか。いい加減な探偵だな。確かにガオガオ様はいい加減であります。ですが腕の方はやはりいい加減であります。余計なことを言うな。もうフォローになってない。さあ推理通り勝負だ。よーし、負けないよ。今日も推理が冴えてるぜ。我々の負けであります。ちっくしょ不思議なこと大好き。これからもよろしくね。だいたいタイムはほうきに乗るのが下手すぎるんだよ。早くどいてくれ。ごめんね。イータム、患者が落ちてきたのだ。あらあらお嬢さん、大丈夫ですか？痛いの飛んでいけ。どこかに飛んでいけ。痛くなくなったよ。ありがとう。痛いのここに落ちるのだ。あいててててて、倍痛くなった。何しやがんだよこの野郎。わはは、許すのだ。私たちはナースの国アンフェア民族のリータムとメリーなのだ。ティンクルスターを見つけて研究解剖するために旅してるのだ。看護師さんなんだね。いてて、ひでえナースだよ。ごめんなさいね。メイリーは腕はいいんだけどちょっと乱暴な。あらら、あなた変わった尻尾してるのね。ちょっと調べさせてくれません？うわー、切らないで。切らせて、痛くしないから。またリータムの病気が始まったのだ。あなた治療が必要ね。ステージ3、レディーゴー。
綺麗な水だね。おいしいや。しかしティンクルスターはどこにあるんだろうな。あなた方はティンクルスターを知っているんですか？誰？こんにちはです。わあ、かわいい。僕いくつ？子供に子供扱いされるとは心外ですね。僕の名前はドエッジ。猫仙人族の見習いです。お父様に言われてティンクルスターを探しているんですが、どこにあるか知りませんかね。猫にできるもんか。なんですか？犬には言われたくないです。もうパウンドドッグもいい加減にしなさい。お姉ちゃん優しいです。ありがとうです。ねえねえ、ヘッジ君、どうしてティンクルスターが欲しいの？お父様の夢、ハーレムを実現するためです。ハーレム？僕もよくわからないんですが、悪いとは思いますが、ライバルはやっつけるですよ。いでるです、魔導猫ネオ。猫仙人登場です。ステージ4、レディーゴ修行が足りなかったです。はいはい、すごいすごい。とうとうティンクルスターの声が聞こえなくなっちゃった。スターディストーションの影響か。まずいな。世界の破滅をもたらすスターディストーション、本当に来るとはな。へへ、そうなる前に俺たちが止めれば大丈夫さ。この魔物の匂いを取り除いてやる。こんにちは。あなたたちは誰？お、かわいいお嬢ちゃんだね。天使かい？俺は人族モンスターハンターのシエルで、これが兄貴のリエルだ。人族？タイム初めて会ったよ。触らせて。やめろ。しかし人族がこんな世界まで来るとはな。ティンクルスターで何がしたいんだ？言えば長くなる。そんな無駄な時間を過ごす暇はない。知りたいの？教えて教えて。ねえ、教えて。呪われた体を治すためだ。兄貴は無口なんだ。ごめんな。まあぶっちゃけ魔術の失敗でこんな耳や尻尾が生えてしまったのさ。へえ、ぶっちゃけタイムにも尻尾や耳が生えてるんだよ。一緒だね。ああ、小動物を見ると野生の本能が。俺もだ。早く逃げろ。本当にこいつら呪われてるぜ、タイム。うわー、かっこいい。触らせて。そんな場合じゃないっつーの。のんきなやつだ。手抜きはしないぜ。ステージ5、レディーゴー。
ダメだ。悔しくなんかないぜ。そろそろ一本のに乗ろうぜ。ここが正解の狭間。人々の願いがたどり着く場所。良い願い悪い願いが渦巻いてるな。タイム、これは危険だぜ。正解にこんな場所があったなんて。それよりもティンクルスターはどこ？それがいけないのだ。お主ら人間や魔族、妖精どもはこの願い星様に頼りすぎている。願うばかりで自分は何もしようとしない。そのやましい心がこのような闇を生み出し、この現象の引き金を引いたのだ。あなたは？私は代々願い星様を影から守り、正しい方向へ導いてきた星守り人、巫女族の天神巫女と。お主らは絶え間なく欲望をむき出しにし、争いの歴史を繰り返している。これを見ろ。あ、ティンクルスター。石のようになってしまってるぜ。願い星様はもう限界だ。これ以上夢を受け止めることはできん。お前たちは夢の代償にこのスターディストーションで裁かれなければならない。身の程に合った夢を持つべきだったのだ。あなたの言うこと、ひょっとしてきっと正しいのかもしれない。でも星に願っちゃいけないの？夢のために頑張ってる人だっているよ。そんなのおかしいよ。タイム、コースがおかしいぜ。見ろ、スターディストーションの波動とあの巫女の精神がクロスしている。よく気がついたな。私は何千年もの間、ティンクルスターによって積み重ねられた人々の心の欲望だ。古来から人々は私をスターディストーションとも呼んでおるがな。人々の欲望には限りがない。ティンクルスターで解消しても、災いをスプライツの力で押さえつけても、ただの一時しのぎにする。そう、私はお前たち自身の欲望なのだ。ならば私がお前たちの代わりになっても不自然ではあるまい。この人々の心を粛清しようという欲望を持った巫女族の娘のようにな。取り込むのは簡単だったぞ。お前たちさえいねばこの世界は浄化される。さあ、天罰を受けなさい。裁かれるのはお前か？ステージ6、レディーゴ
波動が膨張する。このままじゃ世界がバラバラになるぞ。魔法で抑えなきゃ。皆さん、タイムさんに魔力と澄んだ願いを送るのです。みんなありがとう。俺は魔力が使えないので気合を送るぜ。うおー、邪魔でしょ。すごい波動だ。スターディストーション、俺たちで力を合わせてもダメなのか。タイム頑張るでしょ。私の予想ではこの波動は消滅します。1+3は13。それこそやめろ。諦めちゃダメ。私も手伝うわ、星の王女さん。あなたは。波動が、スターディストーションが消えた。やったー。ありがとうみんな。ありがとう。スプライツ？いいえ、あの方はスプライツではありませんわ。私たち妖精族の先祖アルテア様ですわ。アルテア様は長きにわたってスプライツとして私たちに転生し、世界の危機のため力を貸してくださいましたが、さすがに限界が来てしまったんですの。そしてもう一回妖精としての力を取り戻すために10年前にある女の子に生まれ変わったんですの。その女の子ってひょっとして。いつかその日が来ると、自分に気づく時が来ると思っていましたわ。ロードラン。あなたがロードラン？あなたはすごい力だったよ。私タイムバターミット。あなたと友達になりたかったんだ。友達になってくれる？もちろん。今分かったのです。ティンクルスターは人々の欲望を生んでいるのではなく、欲望を抑える役割をしていたのですね。だとしたら私は皆に対し一体何というバカなことを。願い星を作った方に何とお詫びをしたら。別にいいよ。タイムはティンクルスターを作ったティンクルスター人、星の王女様なのさ。それとは知らずに。この星はいい人たちが、悪い人たちだって、いろんな世界のいろんな人たちが持つ夢を、その夢に向かって頑張るのをほんのちょっとだけ後押しできればと思って作ったんだ。しかし世界こそバラバラにはならなかったが、いろんな世界に波動の悪影響が出たみたいだな。こんなことがあってなんだけど、今ティンクルスターがあればね。大丈夫、タイムにお任せ。おいタイム、お前これ以上魔力を使うと体が。力が湧いてきたでー。ティンクルスター復活やでー。暗黒崩壊以上すべて大サービスで元に戻したる。平和よ帰ってこ平和でもつまらない日常に逆戻りか。ガビーンって感じ。そんなことないです。平和って素敵です。何？心配しましたわ。ママ、これからもママって呼んでもいいよね？もちろんですわ。どんな存在でもあなたは私の大事な娘ですの。ママ感動だ。これは魔界王に報告しないと。そういえばタイムはどこに行ったんだっ
の王女様は星の世界へお帰りになったんですわ。星の王女、私の友達。タイム、絶対に忘れないよ。まったくしょうがないな。タイムは魔力を全部使っちまって元の姿に戻っちまったじゃんか。いいってこと。友達もたくさんできたしね。ねえ、パウンドドッグ、またこの世界に来たいな。夢も希望も良い心も悪い心も何でもある、この素敵な世界に。この世界に伝わる伝説の星、ティンクルスター。この星を手に入れた者はどんな願いでも叶えられると言われています。きらめく星ティンクルスター。それは誰もが持っている夢のきらめきのほんの小さなひとかけらのことなのかもしれません。星に代わって裁きを下す。
ステージ1レディーゴー。お前の曲がった心を直すだろう。負けを教えてあげる。ステージ2レディーゴー。天の聖なる裁きだ。お願いしますわ。ステージ3レディーゴー。星を汚す愚か者には良い戒めだ。返り討ちにしたる。ステージ4レディーゴこ
星の神様の制裁だと思え。手抜きはしないぜ。ステージ5レディーゴー。神領の歴史はこの世界と同じだけある。負けはしない。裁かれるのはお前か？ステージ6レディーゴー。
星の矢がお前のせいで汚れてしまったな。よくここまで来はったな。何でも願いを叶えますぜ。願い星様が私の願いを叶えてくれる。なんて恐れ多い。遠慮なく願いを言うたってや。少し恥ずかしいのだが、今まで使命に追われ他のことを考える余裕もなかった。実は私も周りの女の子のようにおしゃれをしてみたいのだ。なんだか感動したね。よし、年頃の女の子の姿になれ。ありがとう願い星様。どうなのだ。とっても似合ってるで。そうか。ふう、やっと逃げられた。星森の御子族め、封印なんぞしやがって。今からまた。悪い願い星様、やはり私はこの宿命から逃れられないようだ。おい、そこの悪党。おわっ、美少女。あはー。
リバーサル。エキストラアタック。スーパーラリアット。リバーサル。フライマクラッシュ。